無限ですからね。お金っていうのは無限なものだから、プラスのエネルギーを使わないと、なんか幸せじゃなくなっていく。もうそろそろその幻想から目覚めますよね、人は。豊かさを十分受け取るだけの存在だということ。どうも、よしです。どうも、あきこです。はい、スターシードチャンネル。今回はお金ということで、今回こそはお金というね、テーマをやっていきたいと思いますけども、はい、なかなかこのお金についてはですね、結構皆さんなんか根深いものがあるんだなっていうことで、なんかお金の話をしようとするとなかなかこうできないっていうことがあるんですけど、まあ前回もね、そういう風になっちゃったんですけど、どうですかね、あきこさんはいろいろこう、まあそういうお金のブロック取ってきたと思いきや、まだどうですか、あるんですか、ないんですか、もう。あるっていうことに今気づいた。やっぱりお金が大きくなってくると、やっぱ不安がありますね。大丈夫かなみたいな。未知の世界じゃないですか、お金が大きくなったりするっていうのも。そういうことに対しての恐れがあるなっていうのは今思いました。なんかその恐れっていうのは、例えば額で言うと、どの金額までは OK なんだけど、どの金額を超えると恐れが出るんですか？これね、すごいやっぱり取ってきてるから、かなり大きい金額でもいけるんですけど、なんかこう、今の感じのエネルギーだと、なんかもっと大きくなりそうな感じするんですよね。もうなんか、とてつもない額なんじゃないかなっていうところで、このエネルギー回したりこうするっていうことになってきたときに、どうなっちゃうのかなみたいな、なんかそういう感じのところはある。あるなと思いました。例えばどれぐらいだと大丈夫なのに、どれぐらいを考えたらブロックあります今？金額いっちゃっていいのかな？いや、私はいいと思うよ。いいと思います。僕はそういうのばっかり聞いてきてるから。ああ、そうかそうか。コンサルではね。なんか1億とかっていう金額とか手にしたことないけど、なんかそういう金額ぐらいなら回せるんですけど、これが100億とかになってきたときに、そっか。どうなんのかなっていうところですね。確かにね、知らないけどね。知らないけど。それ結構ね、僕もずっとこうブロックっていうか考えてて、なんかその、まあね、自分でなんか会社をやったり起業したり、なんかね、なんかビジネスでも始めたらみんなそうなんだけど、自分がなんかこう、OK な金額以上が稼げないんですよね、みんな。それ、わかります。そうなんですよね。よく潜在意識的になんかこの、筋肉反射とかやるじゃないですか。僕もよくやるんですよ。そういう人の。そしたら、その金額、私はいくらを稼ぐ、いくらいくらの金額を稼ぐ、いわゆる稼ぐに値するとかいう風にやって、引っ張った時にイエスな金額までは稼げるんだけど、それを越した瞬間、脳になる、いわゆる筋肉反射ってこうなるじゃないですか。離れますよね。離れる金額になった瞬間、それ以上稼いでないっていうか、稼げてないんですよ、大体。不思議ですよね。決めてるってこと、意図してるってことですよね。意図してる。わかる。でもそれ、意図してる。意図してるよね。で、まあ、こういう世界をどんどんこう突き詰めていくとわかるんだけど、それってどっちかっていうと、本来は無限というか、まあ、いわゆるこう、昔で言うと、バイクとかって昔乗ったことあります？バイク。はい、あります。そこになんかね、原付バイクって何キロ以上出せないように、リミッターっていうのがあるんですよ。あんな感じかもしれない。リミッター、もともとは無限にだって想像できてクリエイトできるはずなんだけど、リミッターをつけてるんですよね、人間。とそれぞれに自分はこれぐらいの額までみたいな感じで。これはでも、みんなあるんじゃないですかね。リミッターみんなつけてるよね。大体あれですよね。親とか周りの人が稼いでるぐらいの金額が自分の金額ってリミッターつけてるんじゃないですかね。そうだよね。だから、僕はね、まあ、親借金系からの、まあ結構極貧は味わってるけど、まあそれでもね、やっぱりなんか、で、自分の中では、
まあでもまあそう言いながらも良かったなと思うのは、自分の親がまだ自営業だったから、お金をもらうブロックはそこまではないんですよね。人よりも。お金をもらうのは当たり前というふうには思えるんだけど、でもやっぱり金額とかが大きくなると、昔はもうダメでしたね。どうダメだったんですか？恐怖心とか出てくる？なんだろう、自分はこれぐらいの、まあ、要はさっきのなんか何々に値するっていう、自分はここまでぐらいはいけるよねっていう額しかいかなかったですね、やっぱり。そう。なるほどね。それでもすごいわかりやすいっていうか、なんかちょっと一応こうスピリチュアルなコンサルとかやってるじゃないですか。それでやってたんですけど、で大体まあ月50万とかさ100万って決めてる人がいるとすると、そうなるんですよね。でもそれ以上ならないっていうのをやっぱ見てきて、やっぱ意図っていうか設定なんですよね。ここっていうのをどうやって外してきたんですか？そこに対してはちょっと3次元的っちゃ3次元的なんだけど、やっぱり自分の周りを変えてきましたね。意図的に。っていうのは、例えばですけど、月収50万円ぐらいの人がいる中だと50万円ぐらいになるんですよ、大体人って。でも、月収100万以上が当たり前のところに言うと100万以上になってくるんですよ。あとは年商1億以上の人ばっかりがいるところに行くと年商1億以上になってくるんですよっていうのがあって、それはやっぱり僕ら、なんかこう、経営者とかはそういう結構敏感になってきますけど、確かにそうだよねっていうのがあってくる。自営業とかは特にね。だけど、サラリーマンとかの人は、なかなかそういう会社員の方はなかなか難しいじゃないですか、その辺が。だから、どっちかっていうと、多分まあ、そっち系の話で言うならば、集合意識体のどこにアクセスしているかが自分で決めてるんだと思うんですよ。じゃあ、例えば自分は会社員としての当たり前の集合意識体にいるから、これぐらいの金額が当たり前だよねの世界を作ってるはずなんですよ。で、それはなんとなく自分で分かってたから、もう無理やりね、今僕は東京の某場所ですけど、ここはもうべらぼうに高いですよ、家賃とかも。だけど、あえて11年前に、もうほとんどのお金を使ってやっぱり引っ越しました、大阪から。でもそれは自分でやっぱそれぐらいしないとダメだなと思って。そうなんだ。そしたら、当たり前基準がものすごい変わりましたよね。そうなると。周りがもうとてつもないから。すごいね。だから、まあ、だからそれ、良かったんだけど、じゃあ、でもそれって普通はちょっと難しいから、まあ、皆さんおすすめなのは、やっぱりなんかそういう場所に、ホテルのね、なんかこう、なんていうの？ラウンジとか、ちょっと高級ホテルのラウンジとかでお茶を飲むとかあるじゃないですか。そういうの僕は結構おすすめですけどね、やっぱり。やっぱりそういう雰囲気みたいな。雰囲気、周波数、エネルギー。周波数。そう、周波数、エネルギー。これは一つ、お金に対してのみはそっち系はあり。かな？あとは、その辺で言うと、お金に対してで言うと、エネルギーって、お金のエネルギーは、ネガティブエネルギーでも稼げるんですよね、お金って。パワーだから、エネルギーのパワーだから、それってだから、ハングリー精神って言いますよね。僕も最初はそっちを使っちゃってたからしんどくなっちゃったけど、最初の5、6年はそればっかりやってたら、体を壊しちゃいましたけどね、やっぱり。だから今に見とけよパワーですよね。もう世の中の全てに復讐してやるみたいなね。それぐらいの勢いで、まあ若い時はそれぐらいでもいいかもしれないんだけど、まあ昔の昭和な感じ？昭和のエネルギーかな。だけどね、それがね、ある一定段階までいくと、もうしんどくなってくるんですよね。多分それっていうのは、そのエネルギー値がマイナスでもプラスでも同じくお金は稼げるんだけど、プラスのエネルギーを使わないと、なんか幸せじゃなくなっていくんですよね、なんか。
ああ、そういうことなのね。プラスのエネルギーを使わないと幸せじゃなくて。こうやってだから欠乏のエネルギーを使うから。ああ、なるほどなるほど。で欠乏のエネルギーでよくそうだな、欠乏のエネルギーを使ってもある程度はお金が稼げたりとかするんだけど、その時のエネルギー値っていうのは、体を壊していったりとか、そうだな、幸せ度も落ちていくし、なんていうかな、非常にこう、ある一定までいくと、なんかまた放出しちゃうかもしれない、全部。そんな感じのエネルギーかもしれないですね。自分のエネルギーを使うっていう感じなのかな、そういう。そうか。自分のエネルギーを使っていくから枯渇していく感じなのかね。そのプラスのエネルギーの感じだと宇宙エネルギー使う感じかな。プラスのエネルギーっていうのはそうだな、宇宙エネルギーですね。そういうふうに言うならば。あと、まあ感謝のエネルギーとか循環のエネルギーとかに近いかなと思うんだけど、常に欠乏してるというふうに思っていると、常に欠乏するんですよ、人は。だから、いわゆる額が大きくなればなるほどまた欠乏するから、常に、足りない。常に時間もお金も何もかも足りない。愛も足りない。で、すごくしんどくなっていく感じ。そう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 。そうだよね、今までの働き方ってそういう感じになりがちなんじゃないですかね。自分のこう時間とか体とか使ってね、働くってそっちかな。そうだな。そうか。今までの働き方で、今までの働き方の中でも、そうですね、よりよく、よりいい仕事、より効率よくとか、よりお金を稼ごうという、なんかそういう思考でもし働いてるならば、多分そっち方向に行ってますよね。基本的にエネルギーはそっち方向ですよね。だから常に人はもうなんか時間もないお金もないってなっちゃいますよね。わかる。ずっとそんなことやってきたな、私も。苦しい。でもやっぱり限界きますよね。無理。そう、限界が来るね。で限界が来た時に、なんでこんなことやってたんだろうみたいなことになりながらも、まあ僕ら昭和っていうのもあるかもしれないけど、なんか働いちゃうんですよね。なんやかんや言って。動いてないとね、不安というか。不安感から働いちゃうし、不安感から頑張っちゃうんですよ。だけど、それがまあお金のマジックですよね、一つ。で、あとは、そのお金っていうのは、まあ、一つこの、今までの、社会を動かすために、まあ、ゲームの設定として、まあ、機能してたから、そのゲームの設定の中で、そのゲームの中の、一キャラクターとしてとか主人公として生きるんだったらそれは良かったんだけど、もうその時代が終わったのでね。そうすると自分でこの設定を変えれるので、そうなってくるとお金に対する設定はもう書き換わってもいいですよね、もうすでに。もうそろそろ。だから常に欠乏の世界に生きていれば、奪い合わないといけないし、より、なんていうの、より自分を高みに成長させねばならないし、みたいな。より、もっともっと、なんていうの、資本主義的には、昨日よりも、去年よりもより稼がないといけないってなっちゃうけど、もうそろそろその幻想から目覚めますよね、人は。目覚めてますよね。そうですね。そうそうそう。エネルギー、結局エネルギーなんですよね、お金って。私も最近分かってきたけど、エネルギーだったんだっていうところで見ると、なんか、なんだろうね、そのあたりで変わってきたかな、なんとなく。お金って思うと、お金の価値観が結局その人のね、お金の価値観がやっぱり毎回お金出す時に出てるから、そのやっぱ波動というか気持ちが現実作っちゃうじゃないですか。その自分の設定とかがやっぱりね、あれだと思うけど、エネルギーって思うと結構回しやすいのかなと思って。そうで、例えばそのね、まあいろんな人はエネルギーだっていうスピリチュアル的な方々がエネルギーだっていうことは言うんですけど、まあそれをあきこさん的に言うとどんな風にこう説明できますか？
お金、エネルギー、だからなんかお金って何でもないんですよね。何でもないんだけど、こういう地球の本当に西さんが言ったみたいな感じで、ゲームを遊ぶためにあるものみたいなエネルギー。だからそれに価値をつけてるんですよ、地球って。すごいそれに対する、だから魔物だとかさ、なんか日本とかすごいよね。魔物とか汚いものとか、すごい大事にする人もいたりとか、大したことないんだよ。ただのエネルギーなのに、それに対しての、なんていうのかな、思い入れが強すぎるみたいな。その思い入れの観念みたいのが、要はもう現実作ってるなっていう感じで今見てるから。そうね。今はだから、そうだな、エネルギーとして見てるからかな。なんか、結局エネルギーとして見るようになってから、あんまり執着しなくなったかなと思うんですよ。お金って思うと、なんかもうすごいものって思っちゃうんですよ。私もね。お金って思うと。だけどエネルギーとして見ると、なんかこう、なんだろう、燃やしちゃうじゃないけど、あんまりなんかね、あんまりこう価値を思わなくなってきたから、だから余計軽くなって、回す金額が大きくできるようになってきたんじゃないかなっていう。外れてきたのかなって思うんですよね。そうね。そうそう、よく、昔ながらのスピリチュアル的な方々が財布をどうしようとかさ、揃えましょうとか。揃えましょうとかね、お札の向きとかね。あれ、すごいよね。僕はお金、僕は基本、あれですね、財布持たないことも多いし、財布は、世界で多分一番薄い財布って売られてる財布を使ってるかな。二つ折りの。そう。それが二つ折りでね。なんか、財布がいいとか言いますよね。二つ折りなんだ。僕は二つ折りで、一番世界で軽くて薄いやつ、ってやつを使ってる。すごいですね。でも、なんでそれなんですか？なんでその財布？いや、だから、やっぱ機能的じゃないですか。だって財布をね、長財布なんか持ってる人って全然機能してないじゃないですか。なんかこう、あんなのだって、ポケットに入れたら取られちゃうし、だってはみ出しちゃうっていうね。おかしいですよね、そんなのね。やっぱりそういうもんだからね、分かんない人はやっぱそういうところでやった方がいいのかなと思ってやっちゃったりするよね。だからそれは本末転倒で、そこに変にエネルギーを入れ込んじゃってるだけで執着してるだけじゃないですかって話でしょ。お金に対してはね。まさにそれはもう、そうだよね。もうこのなんかもう今までの昭和の変なね、だからこれからは僕らね、IT だけど、完全なる数値とかポイントになっていくから、お金っていうものを持ち歩かなくなるし、より、お金っていうことを、考えなくなりますよ、人は。お金ってなんだっけっていう世界が来ますよ、もう。いいね。でもさ、お金がなければ、働かないし、なんていうのかな、すごい時間とかも余裕が出てくるし、お金っていうシステムがなければ、すごい結構豊かですよね。想像してた時に、だからお金に随分縛られてんだなって、すごい仕事、時間とか、あと何ですかね。本当そうですよね。お金ってシステムってすごい縛りだなって。ね、よく考えた、よくだからこの統治システムとして考えられたんだろうなぐらいなね。本当ね。思うんだけど。本当にそう。不便さの中でね、考えられたシステムだよね、これ。わかる。本当その通りだよね。そうなんですよね。で、これからはだから、自分が貢献できるものを、貢献、ウェブ上か何かね、そういったポイント的に、貢献し合って、そのポイントが、溜まっていくじゃないですか。それが、いわゆる、フォロワーとも言えるし、ツイッターやね、Facebook や、YouTube でもそうだけど、それはフォロワーとも言えるけど、それっていうのは、お金に換算しようと思えば換算できるしね、換金しようと思えば換金できるじゃないですか、サービスとかにして。と同じく、それがもうちょっと簡単に皆さんができるようになっていくから、だから、お金っていうことをあんまり意識しなくなるんですよね、人は。そうなってくると。なんかめっちゃ、要はポイント持ちとか、ポイント持ち、なんていうの、お金っていうふうに言わないかもしれない。言い方が変わるかもしれない。なんかすごいライフポイント、ライフポイントでもいいか。ライフポイントそんな持ってんのみたいな。ちょっとじゃあなんかライフポイントでみんなでなんかわーってパーティーでもしようよみたいな。わかんないけどね。ライフポイントみたいな、ポイント、そんなもんですよ。
そんな風に時代は変わっていこうとして、もうすでに変わってきてるんだけど、そんな中で、でも、とはいえですよ。とはいえ僕もやっぱり未だにね、ブロックがありますね。やっぱその偉そうに言える。どんなのあるんですか？やっぱね、どんなのがあるの、よしさんは。無駄遣い系とか、無駄遣いとかね。自分が無駄遣いしたとき？自分の無駄遣い、家族が無駄遣いとか、もうね、そう、働かざる者食うべからず系は、僕はもう、だいぶなくなっちゃったんだけど、それとかもまだあるね。やっぱり昭和だからかもしれないけど。働かないと、そうか。そうじゃないような行動とかが許せないとかね。ちょっと出てくる。たまにというか、出てた時があるんですよね。その辺は、あきこさんはもう大丈夫なんですか、その辺は。そうだね。なくなってきた。なんか、みんなで使っちゃおうみたいな。いいね、いいね。みんなで楽しんで、このエネルギーの恩恵受けちゃおうみたいな。軽いですね。いいね。そう、軽くはなってきてんだけど、なんかね、まだまだちょっとね、あるんだなって思うね。だからより軽くなっていこうと思いますし。やっぱそのお金に対する価値観のブロックだよね。だから思い込みみたいな、親とか、だから周りとか、そういう日本とかね、そういうお金の価値観のブロックをやっぱどんどん外していく時ですよね、今。外していけば軽くなると思う。そうですね。で、じゃあその辺のどうしようかな、また、宇宙からのメッセージじゃないけど、お金に対してはなんかどうですか？どんな風なメッセージがありますかね？お金に対するメッセージは、お金は遊びですって。お金は遊びですって。お金は遊びか。いいね、それ。お金は遊びだったんですよっていうことを言ってて、それがあることによって、本当にその体験っていうのが、なんていうのかな。濃い体験っていうんですかね、地球での濃い体験っていうのができるから、あなたたちは本当にそれを体験したくて、地球にいたんですよっていうことを言っていて、そして、本当のだから、お金っていうシステムとかっていうのが本当なくなってきて、本当の人間関係とか、なんていうんですかね、エネルギーを回すってことなのかな、やっぱり、そういうことが、もっともっと当たり前になっていきますので、その変化を自然に受け入れていってくださいっていうのかな。変わることを恐れないでください。そして、なんだろうな、こうあるべきみたいな固い考えとか重い考えっていうのをどんどん外していってくださいって言ってますね。それを持っていると、要は無限ですからね。お金っていうのは無限なものだから、それに対してあなたが拒否してるっていうことになりますので、そこの自分の考え方、受け取らないって言ってるようなその考え方をどんどん変えていってください。あなたには受け取る、もうなんていうのか、豊かさを十分受け取るだけの存在だということを知ってくださいって言ってますね。そんな感じです。はい、ありがとうございます。今回ね、とうとうお金のテーマができましたね。お金のテーマね、もう何回もチャレンジして、何回もブロックされてきましたけど、とうとうブロックが取れちゃったのかなっていう気がしますね。はい。では、じゃあね、お金のテーマでお送りしました。じゃあまたお会いいたしましょう。では。ではでは。ではでは。